どうも皆さんお疲れ様です。敷島テトラです。敷島は今、長崎駅からバスに乗って池島という島に向かっています。池島はめちゃくちゃ簡単に言うと、長崎県にある島で、昔は炭鉱で栄えていたけど、その炭鉱が閉鎖になってしまってからは人口が激減してしまった島です。そんな池島には今も人がたくさんいた時に建てられた住居や炭鉱の設備が廃墟のような状態で残っているそうです。というわけで今回はその池島に上陸、そしてそこで一泊してみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。池島への行き方はいくつかあるようなのですが、今回は河浦港という港から船に乗る方法で行きたいと思います。河浦港までは今乗っているバスを三重という停留所で降りて一旦乗り換える必要があります。というわけで三重に着きました。乗り換え予定のバスが来ません。何やらさっき乗っていたバスが11分ほど遅れていて、それによってこのバス停に着いた頃にはすでに乗り換え予定のバスが発車してたみたいです。まあしょうがないですね。次のバスは1時間後らしいので1時間待ちます。というわけで1時間後に来たバスに乗車しました。日向ぼっこしたり近くの海を見に行ったりしてたら、意外とあっという間に1時間経ってました。バスの外の景色が市街地からだんだんと山道っぽいのに変わっていきます。ところで地名って特殊な読み方多いですよね。次々に読みづらい地名が出てきてクイズみたいです。ちなみにこれで質と読むらしいです。初見じゃ絶対読めない感じだ。バスの窓から海が見えます。他のお客さんは全く気にしてる様子がないですが、敷島的にはやっぱり海が見えると嬉しくなっちゃいますね。もうすぐ降りる予定のバス停に着くみたいです。というわけで河浦郵便局前というバス停で降りました。見てくださいよ、海が美しすぎます。河浦港にやってきました。さっき乗るバスが遅れちゃったんで、ここでも乗る船が1本後のものになってしまいました。そのため船まではしばらく時間がありそうです。島へ行く船はフェリーと新栄丸という船の2種類があるんですが、敷島は今回小さめの船である新栄丸に乗ることになるみたいです。船が来るまで暇だったんで近くを散歩してたら、なんかめちゃくちゃ良さげな雰囲気のパン屋さんがありました。外目ベーカリーっていうお店みたいです。敷島が入店したらすでに先客が2人いて、ここのパンは美味しいのよっていう話をしてました。実際このお店はめちゃくちゃ人気みたいで、敷島の後に入ってきた人が買った分で完売してました。敷島は今回ドーナツとドライフルーツのパンを買いました。イートインスペースで食べてたら後からお客さんが来て完売してしまったんで、さすがにどいた方がいいかなと思ってたら、お店の方がゆっくり食べてていいですからねって声をかけてくれました。ありがてえ。少し雑談もしました。ドーナツは外がカリカリ、中がもちもちで結構軽めな食感でとても美味しかったです。もう一個は島での夜食にしようと思いました。お店を出たら売り切れの看板が出ていました。人気のお店なんだなぁ。その後はもうちょっと時間があったんで海を見て過ごしました。晴れてるのに気温は暑すぎない最高の気候だったんで、外で待つのは意外と余裕でしたね。というわけで乗船時間になったので新栄丸に乗ります。なんと片道370円で行けるそうです。安い。そろそろ出発みたいです。というわけで到着しました。池島です。池島に到着しました。降りて早々島の方にお会いしたんですけど、別の島からイノシシが泳いでくるんで気をつけてねって言ってました。まずは島の海岸に向かおうと思います。猫だ。暑い？暑いよね。かわいいな。かわいい。どうしたの？平気なの？ちっちか。
めっちゃ泣くな。どこから来たの？お腹にひっつき虫がついているがかわいいね。つい猫が可愛くて時間を潰しまくってしまいそうになってしまった。廃墟も見たいですね。この島の解説についてはナレーションの方にお任せします。というわけでナレーションをお任されました敷島です。この池島は軍艦島と同じくかつて炭鉱で栄えた島です。1950年代から炭鉱が稼働し始めて、最盛期の1970年頃には8000人以上がこの島に住んでいたと言われています。住民の増加に合わせて住居を増やしたり、病院、学校、商店ができるなど生活環境も続々と整備されていきました。しかしその後、エネルギーのメインが石炭から石油や天然ガスに変わったり、安い海外産の石炭との競争によって経営はだんだん苦しくなっていってしまい、2001年に炭鉱は閉鎖となってしまいます。今では人口100人ほどの静かな島となり、かつての炭鉱施設や集合住宅が当時の暮らしの痕跡としてそのまま残っている島です。で、敷島がこの島に来て驚いたのが猫の数ですね。島にはものすごい数の猫が闊歩しています。もしかすると人間の数よりも猫の数の方が多いのかもしれません。足元に一匹いるけどちょっと映せない。めっちゃスリスリしてくる足元の。かわいい。君かわいい。この子なんですけど、この子全然触られても嫌がらないのですが、慣れてんのかな。立ち止まると猫がどんどん増えてくる。かわいいけど、あれも見てくれ。あそこめちゃくちゃ緑に覆われた廃墟があります。これ団地の廃墟か。奥までずっと続いてるっぽいな。猫を見ればいいのか廃墟を見ればいいのかわからない本当にすごい量の猫とすごい量の廃墟があって飽和してる。池島簡易郵便局って書いてありますね。なんか新しそうな感じがするんだけど、もしかして今も使われてるのかな。なんかこの辺の張り紙がむちゃくちゃ新しい。もしかしたら今も使われてるのかも。というわけで池島中央会館に到着です。ここは島唯一の宿泊所となっています。そのお値段は1泊なんと約4000円。もともと今回池島に行こうと決めてたわけではなかったんで、思い立って電話してみたんですが、全然空いてますよっていうことだったんで、今日ここに宿泊することを決めました。会館の内部の様子は撮影禁止なんですが、3階に宿泊できる部屋がいくつかありました。部屋の中は狭いながらもめちゃくちゃ清潔だし、非常に快適で、会館内に共同のお風呂もありました。アメニティとしてタオルだったり歯ブラシがあったんで、ほんとね、何も困ることなく過ごせました。さて、荷物も部屋に置いたので改めて島を散策します。これは何だろう、アパートかな。1階が店になってて2階が住むとこみたいな、そういう感じのように見えますね。下には商店とか何かしらのお店が入ってたっぽいな。いや、やばすぎるだろ。廃墟だ。これが奥までずっと続いてる、ポストアポカリプスみたいな、世界が終わった後みたいな感じがします。しかもここ今自分しかいないから、本当にそんな感じ。風の音しかしないです。島の奥はこんな感じで古い団地群が並んでいました。半分以上植物に侵食された集合住宅の部屋の中を覗くと、まだ生活の跡が残っていて、この廃墟にも人の生活があったんだなっていうことを感じさせられましたね。もちろんまだこの島内には全然人が住んでるんですけど、この辺りは人も猫もいなくて、なんだか急に一人になったような感覚がありました。防災無線から夕焼け小焼けが流れてるってことは、今は17時くらいですかね。日が暮れる前に島の入り口の方も見に行っておきましょう。
はい、というわけで島の入り口の方まで戻ってきました。おそらく炭鉱の関連施設と思われるところの近くを歩いています。炭鉱といえば池島は炭鉱の中に入れるツアーをやっているんですが、炭鉱内の老朽化によって来年3月でそのツアーが終了となってしまうみたいです。あの奥が炭鉱の入り口なんでしょうか。ツアーが終了する前に一度行っておきたいですね。こんな感じの魚雷発射試験場みたいな廃墟ありませんでしたっけ？今確認したらそんなに似てなかったわ。なんか作業員の服みたいなのが見えるんですけど、なんか新しそう。なんだかすごい建物が建っていました。これは発電・増水施設だったようです。聞こえるかわかんないんですけど、なんか奥の方でギシギシ言ってるんですよね。なんかこっから見える範囲だけでももうなんかかなり崩落してるので、もしかすると海風とかでだんだん錆びていって、もうすでに錆びてはいるんですけど、そのうちガシャンってなっちゃうのかな。見えますかね。あの辺とかもうほぼほぼ足場が崩落してるんですよね。なんか夕日に照らされた廃墟と青空のコントラストが凄まじい。夕方に来て正解だったかもな。あの辺に見えるの普通の家っぽいな。後から建てたりしたのかな。半分以上ツタに埋まってるような家もありますね。あれは何だろう。なんだろう。でも多分ここのところに池島工業所って書いてあるから、多分その施設の何かなんだろうな。この辺もお店が並んでたみたいですね。レストラン、喫茶、モナーク、池島ファミリーボール、スナックに、これは雀荘かな。この辺は娯楽施設が並んでたっぽいですね。もうどこともつながってない2階、いいですね。多分階段があったと思うんだけど、多分錆びてなくなっちゃったのかな。ずいぶん日が落ちてきたので池島中央会館に戻ってきました。島の中を散策してると時間がいくらあっても足りないですね。お風呂はこの会館の中にあるんで何も困らないんですけど、実はこの島内にはご飯を食べる場所がありません。昔は1軒だけ飲食店があったそうなんですが、3年ほど前に閉業してしまっていて、電話で宿泊の予約をした時もご飯は自分で持ってきてくださいって言われてました。なので長崎駅のファミリーマートでこいつを買ってきていました。これでこの夜がファンタスティックなものになることが確約されました。ちなみに晩ご飯はこいつです。会館の中に給湯室があったんで、そこでお湯を入れてきました。湯気で画面が見えません。見たことないカップラーメンだったんですけど、シンプルでめっちゃ美味しいですねこれ。というわけでファンタスティックに飲酒しながら今日は寝ます。おやすみなさい。おはようございます。7時発の船に乗らないと絶対に帰りの飛行機に間に合わないんですが、どうしても最後に見に行きたい場所があったので早起きしてみました。今はそこに向かっている最中です。これは島で唯一の信号らしいです。逆にどうしてもここに作らなきゃいけない理由があったんでしょうか。これ島で唯一の学校らしいんですけど、この校庭の端にヤギが2匹ぐらい歩いてる。いやー本当に静かですね。そろそろ見えてきそうですよ。やばいな、めっちゃかっこいいかも。というわけでやってきました。島の奥にある8階建てアパートです。昨日見た団地のエリアにあった建築物とは異なり、かなり武骨な雰囲気のある建物です。いやーマジですごいですね。なんかちょっとこの辺りはソ連とかのブルータリズム建築感があるというか、なんかちょっと武骨な作りになってるんですね。これは8階建てらしいんですけど、エレベーターがついてないらしくて、
地面の高低差を利用して4階部分と5階部分の間に廊下を作ることで一気に1階から8階まで上がらなくていいような設計になっているそうです。若干時間がやばいんですけど、さっきの8階建てアパートの裏側を見て帰りたい。じゃないとなんか後悔しそうな気がする。あ、ここですね。ここが4階と5階の間の入り口ですね。1階から4階の人はさっきの地面から入って、でここちょっと坂を登ってきたところなんですけど、5階から8階の人はこの入り口を使えば最大4階分しか上がらなくて済むっていう風な、だからエレベーターがなくても大丈夫っていう作りになっているみたいです。上のところに、一番上のところに渡り廊下があるんですけど、あそこ歩いたら崩落しそうですね。お、カラスが飛んでった。8階建てアパート群の裏側を見れて満足しました。これで安心して帰れます。こっちも見てくれ。マジでかっこいい。これさっきの8階建てアパートの裏側なんですけど、マジでかっこいい。この間のところにツタがこう生い茂ってるのがいいですよね。他のところはそんなにモサモサではないのに、あの部分だけ。急いで港に戻ります。あ、猫だ。猫だ。あ、ごめん。びっくりさせてしまった。こっちにも道がある。ほんといくら時間があっても足りないですね、この島は。あ、ここから海が見えるんですね。静かだ。というわけで、なんとか港に戻りました。船の始発に乗って空港に向かいます。バスはまたしても到着が遅れましたが、なんとか中心部の方まで戻ってこれました。なんかめっちゃ市街地って感じですね。ここまで来ると安心です。というわけで、島からここまで3時間かかりましたが、なんとか空港にたどり着きました。いやー、本当にいい旅行でした。今回初めての長崎だったんですが、本当に楽しい旅行になりました。絶対にまた来たいと思います。というわけで、長崎旅行に行ってきました。長崎は市内も楽しかったですし、池島も本当に魅力的な場所でした。次は佐世保とかにも行ってみたいですね。ちなみに途中で微妙に話したんですけど、池島の炭鉱体験ツアーは来年3月末で終了になってしまうみたいなので、気になる方は今のうちに行ってみてはいかがでしょうか。四季島もできればどこかで行きたいなと思っています。というわけで、四季島の長崎旅行はこれにて終了です。次回はまた別の土地でお会いしましょう。バイバイ。